はみかん飴を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今回はですね、みかん飴を作っていきたいと思います。お正月やあとはお祭りの屋台などで見かけるみかん飴なんですが、今回はですね、そのみかん飴を失敗せずに作れる方法をご紹介していきたいと思います。みかん飴もね、丸ごと串に刺さったものやいろんなものがあるんですが、今回は食べやすいように一粒ずつ竹串に刺して作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。みかん、グラニュー糖、お水、こちらの3つの材料で作っていきます。まず今回のみかん飴なんですが、グラニュー糖を使って作っていきます。こちらはですね、上白糖を使っていただいても OK です。ただですね、色のついたきび砂糖とかは飴を作る時の目安が分かりにくいので、グラニュー糖か上白糖を使用するようにしてください。ということで早速作っていきたいと思います。それではね、作っていきます。今回こちらのみかんなんですが、このままね、剥いてもいいんですけれども、ちょっと皮が剥きやすくなる方法をご紹介していきます。まずお鍋にたっぷりめのお水を張って、そして沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したらこの中に皮ごとね、みかんを入れてください。そしてこのままですね、1分間加熱してください。ちょっとね、転がしながら加熱しましょう。こうしていただくとね、皮がちょっと柔らかくなって、皮がね、綺麗に剥きやすくなります。あんまりやりすぎるとね、べちゃっとしちゃうので注意しましょう。はい、1分経ったら火を止めて、そして取り出して、こちらボウルに氷水を張って、この中にね、みかんを入れてください。これで一気にね、みかんを冷ましましょう。はい。で、氷水で冷やして手で触れるぐらいになったら皮を剥いていきます。まず水分を拭き取ります。そして皮を剥く時なんですが、このね、ヘタの部分から剥いてください。そうするとね、白い皮も一緒に取りやすくなります。みかんの粒を潰さないように剥いていきましょう。このように一度ね、お湯で軽く茹でていただくと、こんな感じで綺麗に剥くことができます。さらにね、このヘタの部分からね、剥いてみてください。はい、こんな感じ。もうほとんどね、白い部分がついてない状態ぐらいまで剥くことができます。あとはね、気になるところだけ、この白い筋の部分を取り除いてください。気になる時だけで大丈夫です。はい、こんな感じです。このようにね、綺麗に剥くことができます。こちらですね、この他あと3つ剥くんですが、その間乾燥するといけないので、剥いたものはね、ラップでくるんでおいてください。はい、こんな感じです。普通にね、こちら加熱してないみかんですね。これを剥こうとすると、こんな感じでね、白い部分が結構ついてきます。これ見ていただくとわかるんですが、かなり差が出るので、ぜひこの方法でやってみてください。それではね、残りも同じように剥いていきます。はい、全部剥き終わりました。そしたらですね、ラップから取り出して、そして今度はですね、こちら竹串に刺していきます。まずこちらね、みかんを1粒ずつ取ってください。この時も皮が破れないように注意しましょう。優しくね、このように剥き取ってください。この時も気になるね、筋っぽい白いところがあったら取り除きましょう。結構ね、思いっきりベシってやると、ここの皮がね、破けちゃうので、優しくね、このように剥がしてください。皮がね、剥けてしまうと、そこからね、みかんの水分が出てしまって飴が固まらない原因になってしまいます。なので、できるだけ皮を破かないようにね、優しく剥き取ってください。はい、このようにね、一粒ずつこんな感じでね、切り離します。そしたらこちらの竹串に刺していきます。今回は15センチの竹串を使います。こちらはお好みのものを使っていただいて OK です。そしたらですね、だいたい並べていただいて、串に刺してね、並べる時なんですが、粒に大小があると思います。綺麗にね、見せるコツとしては、一番上のね、粒を大きくしていただいて、下の部分に来るものを小さくしていただくと見栄えがね、良くなると思います。
こんな感じかな。今回はね一串に4個刺していきたいと思います。この刺す個数はねお好みで変えていただいて OK です。小さいものから竹串に刺していきます。1回でね刺すようにしてください。真ん中にスーッとこのように刺してください。あまり何回もやりすぎるとそこから水分が出てきてしまいますので注意しましょう。はい、こんな感じです。このようにみかんを刺してみてください。それではね残りも同じように刺していきます。作ったねみかんの棒に関しましてはこのようにバットに置いて、そしてこちらも乾燥しないように上にねラップをかけておいてください。ではね残りも同じように作っていきます。はい、今回はね全部で10本できました。残り2粒余ったのでこちらは1個ずつね爪楊枝に刺して作りたいと思います。こんな感じにしてもね可愛いので1個ずつねこのように刺して作っていただいても OK です。飴をつける前なんですが、このみかんにね水分がついてると飴が固まりにくかったり溶けてしまったりする原因になるので、このようにねペーパーで水分をね拭き取ってそして飴をつけるようにしてください。結構ね竹串を刺すとそこから少しね水分が出ちゃったりするので、必ずねペーパーで拭き取ってから飴をつけましょう。はい、みかんの準備はこれで OK です。拭き取ったらまたね上に乾燥しないようにラップをかけておいてください。それではね飴を作っていきます。まずフライパンにグラニュー糖を入れてください。そしてここにお水を回しかけてください。はい、そしたらねこのように軽く揺すって全体を均一にさせてください。まだね火にかけない状態です。これで少しねグラニュー糖をこの状態で溶かしておきます。そうするとね結晶化の失敗なども防ぐことができます。だいたい1分ぐらいやってみてください。少しね先ほどよりも透明感が出てきたの分かりますかね。このぐらいになれば OK です。あとですねこちら作り終わったらクッキングシートの上に置いていくので、このようにバットの上かまたはまな板の上にクッキングシートを敷いて用意しておいてください。そしたら火にかけます。火加減は中火です。このまま加熱していきます。加熱している最中の注意点なんですが、こういったヘラなどを使って中を混ぜないようにだけ注意してください。ここでね中をぐるぐるっと混ぜてしまったりするとグラニュー糖が結晶化してしまいます。なのでこのまま触らずに加熱するようにしてください。あとですね飴がきちんとできてるかどうかチェックするのにこういった竹串とお水も用意しておいてください。はい、今ねちょうど2分ぐらい経った状態です。そうするとこのようにね細かい泡がプクプクプクっと出てきます。でね色味も今透明感が出てきた状態です。最初は白濁としてたと思うんですが、だんだん全体にね透明感が出てきます。チェックするときは先ほども言ったんですが竹串をね使ってチェックしていきたいと思います。今ねまだ飴になってないんですが比較してみてみたいと思います。こちらを竹串ですくってください。そしてお水の中に入れます。5秒ぐらい入れていただくとこのようにね飴が溶けてきちゃいます。触ってみるとまだねこのように手にくっつくぐらいべちゃっとした感じになってます。これだとねまだ全然早いのでもっと加熱してください。チェックはねこんな感じで行ってください。今もうちょっとで4分ぐらいかなっていうところまで加熱してます。先ほどは細かい泡が立ってたと思うんですが、だんだんこのように大きめの泡が立って少しねとろみがついた感じになってきます。これでまたね一度チェックします。お水に浸して触るとね今度は先ほどよりもちょっと粘りが出る感じです。これでもまだ少し早いのでもう少し加熱していきます。このぐらいの状態になったら火加減弱めの中火ぐらいにしてゆっくりね加熱していきます。そうすることでね焦らず失敗なくねできると思います。今ね全体がねだんだん大きい泡になってきました。もう一度すくってそしてお水に入れます。今5分経った状態ですね。そして触ってみます。これでまだ手で潰せるぐらいですね。ちょっと柔らかい飴状になってきてます。なのでもうちょっとだけね加熱していきます。色味の目安としてはですねほんの少し薄く色づくぐらいです。そのくらいになってれば OK です。それ以上加熱するとねべっこ飴状態になっちゃったり、あとはすごく焦げやすいので加熱のしすぎには注意してください。はい、今ねだいたい6分ぐらい経った状態です。このようにぷっ
くりね、ゆっくり泡が立ってるの分かりますかね。これでもう一度チェックします。今度はこのようにしっかりね固まりました。このぐらいになったら OK です。見ていただくと分かるかな、ほんのちょっとね薄く色づいた状態になってます。そしたら火を止めて、ここからは手早く作業を行ってください。みかんに飴をかけます。飴はねすぐ固まってくるので、手早くねこの作業は行ってください。かけたらこちらをクッキングシートの上に乗せましょう。一粒のやつもねこのように飴をかけて、そしてクッキングシートの上に乗せてください。ではね残りも同じように飴をかけていきます。なるべく少ない回数でかけるようにしてください。はい、こんな感じでね飴をコーティングしました。そしたらこのまま室温の状態で飴を固めてください。冷蔵庫に入れると湿気でね飴が溶けやすくなるので、必ず室温の状態でね飴を固めてください。こんな感じです。はい、飴が固まりました。時期にはよると思うんですが、15分からね30分ぐらいで固まってくると思います。じゃあねちょっとしっかり固まってるかねチェックしたいと思います。このように綺麗に固まってます。これで完成です。はい、これでみかん飴の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね飴はしっかり固まって美味しそうな仕上がりになってます。こちらが4本刺しで、こちらが1本でね爪楊枝を刺して作ったものになります。お好みでこちらをやってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。おいしい。もう飴がパリッパリですごく美味しいです。そしてこのみかんがねすごくジューシーです。もうパリッパリですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のみかん飴のポイントです。まずみかんの皮むきについてなんですが、こちらはですね一度沸騰したお湯で1分ほど茹でてみてください。そうすることでみかんの皮をきれいに剥くことができます。必ず茹でた後は氷水で冷やしてから剥くようにしてください。そして剥く時もですねヘタの部分から剥いていただくことで、白い部分をねきれいに取り除くことができます。このお尻の部分から剥いていただいてもいいんですが、ヘタの部分から剥いていただいた方が綺麗に剥けると思います。そしてその後ですねみかんを1個ずつね分けるんですけれども、その時に思いっきりやると皮が破れてしまいますので、優しくね剥がすようにしてください。そしてその後ですね竹串に刺すんですが、今回は15センチの竹串に4粒つなげて刺してます。こちらはお好みでやってみてください。刺す時なんですけれども、何回も刺してるとそこから水分が出てしまって飴が固まらなかったり、あとは溶けてしまう原因になりますので、1回でね刺すようにしてください。そして飴を作る時のポイントです。ここがね一番大切かなと思うんですが、まずフライパンまたはお鍋にグラニュー糖とお水を加えてください。そして火にかける前に1分ほどですねしっかりなじませてください。きちんとなじませてからね加熱していただくことで結晶化してしまうのを防ぐことができます。さらにですね加熱している最中なんですが、加熱している最中は絶対に中を混ぜないようにしてください。この時ねちょっと混ぜたくなる気持ちもあると思うんですが、ここで混ぜてしまうとグラニュー糖が結晶化して固まってしまいます。なので触らずにそのまま加熱するようにしてください。そして沸騰するとね細かい泡が立ってきます。その飴が煮詰まるとどんどんね泡が大きくなってきます。ずっと見てるとねだんだんとろみがついてくるのがわかると思います。そして飴がねきちんとできてるかチェックする方法なんですが、竹串の先に飴を取ってそれをすぐ水に浸してみてください。そしてその後指で触って指にくっつかなくなれば OK です。まだねちょっとする場合はもう少しね加熱してみてください。そして飴が出来上がった目安としてねもう一つ色味があります。ほんの少し色づくぐらいを目安にしてみてください。あんまりねここで加熱しすぎてしまうとべっこう飴状になったり、あとはカラメルになってしまいますので、加熱のしすぎには注意してください。ちょっと怖いなという時は弱めの中火ぐらいでね加熱してみてください。そして飴ができたら火を止めて、そして素早くみかんにかけてください。あんまり何回もかけてるとね
だんだんこっちの飴もね結晶化しやすくなってしまいますので、必ず手早くね作業は行うようにしてください。そして出来上がった飴に関しましては、クッキングシートの上に置いて室温の状態で固めるようにしてください。冷蔵庫の中に入れてしまうと、冷蔵庫の湿気などで飴が溶けてしまう時があります。なので必ず室温の状態で固めるようにしてください。今回はね全部で10本と、あとは1粒で刺したものが2個できてます。こちらの数は目安にしてみてください。もしねこんなに量がいらないよという場合は、全て半量で作っていただくといいかなと思います。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はみかん飴を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。